こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、迫ってくる現実をただ受け入れて、無心に進むしかないんですよね。でも悲観的というわけでもなくて、焦らずに、いつかキノコ島と出会う時期を待つ心構えです。いきなり何を言っているのよ。さて前回はバイオーム探索の遠征中に16キロを走破しましたが、めぼしいバイオームはあえて言ったらこの海洋くらいなものでした。で、ひとまず目先の問題として、今からこの海洋でキノコ島探しに明け暮れるかを悩むところです。まあ知らない方が幸せってこともあるわね。なお現在地は地図47枚目の東端です。これから西に8キロ進めば、5行目のバイオーム探しが終わります。さてまず2キロです。やはりキノコ島がありそうな気配がするのが困りものです。それでどうするの？気分的には先延ばしした方が無難そうです。将来この地図の1枚北を探索中に、近くを通った時に寄ればいいかなと。すっかりトラウマ化しているのね。そして西の地図に入って3分のち、海洋がここまで伸びているんですよね。これやっぱりキノコ島がありそうな気がしてきました。無心に進むんじゃなかったの？で、無心を振り絞って4キロ地点です。ひねり出せる無心がまだ残っていたのね。そしてもう少しで6キロというところで、小山を登ってみたところ、一応トンネルです。でも天井が低いし厚みがないし、私の求めていたトンネルとはちょっと違う感じです。文句言う割にはくぐったわね。で、つつがなく6キロ地点を通過しました。つつがないんだ。そしてその5分のち、太陽が沈みかけているのに陸地まで若干距離があって焦ります。うおー間に合え。いきなり陸？なんで船があんな遠いの？ラグさんはアップスキルがレベルアップしたようね。で、8キロ地点に到着。これで5行目の遠征が終わってしまいました。結局めぼしいバイオームは何もなかったわね。バイオーム表の更新ならずで、ジャングルやメサは見つからず、キノコに関してはめぼしい海洋が1箇所という結果でした。まあそういうわけで、このまま6行目の遠征に突入します。食料はまだ余裕あるの？エンダーチェストに詰め込んできています。さて回る順番なのですが、6行目は東の方面を先に攻めることにしました。無論地図47枚目の海洋に期待を込めていて、東の端に着いたらキノコ島探しに着手します。そしてまた見つからなくて投げ出して、現実に逃避するのね。今度は無心で期待しているので大丈夫なはずです。さて、6行目の南コースに移動すべく北西方面に向かってますが、目の前の山が私に、帰れと指図しています。どうするのよ。もちろん指図と逆方向が正解のパターンです。と、珍しくもこんなところにウィッチがいました。この距離なら当たりそうな気がします。うお惜しい。高さは大体合ってます。まあでも当たらない腕は相変わらずね。数打ち当たるが基本スタイルですから。さて、ウィッチのドロップを確認するとき、未だに少しドキドキします。あまり倒すことがないんですよね。さてインベントリの空きを作ったし、お楽しみのドロップは？ボートか。まあそれとガラス瓶でした。ドロップ品としては微妙ね。棒はかなり微妙、ガラス瓶はやや微妙で、平均的にはちょうど微妙です。さてドロップをしまうついでに、6行目の遠征に出向くにあたって地図の配置替えをします。とりあえず5行目の地図を一つ下にずらしてみて、インベントリがきつそうなのでやはり、5行目の地図はエンダーチェストに移すことにしました。さらに9枚の地図が増えることを考えると、さっきの一致無視した方が良かったんじゃないの？いくつかのアイテムは消費するので、まだ若干余裕があります。さてそこから2分進み、山岳から屋根状の森に入ったところですが、雲はやばい。糸と目でインベントリが2箇所埋まってしまいます。
ってここまで接近されるともうダメ。いい加減捨てること覚えなさいよ。さてそんなこんなで地図を北に抜けて、ここからは未開拓の領域です。つまり地図が6行目に入ったのね。で、地図作る前に寝た方が良さそうな時間帯です。会場で寝るのもなんだか久しぶりなんです。よいしょっと。まだ時間はあるようなので作業台も用意しておきます。意外とベッドの裏を見るのは新鮮ね。まあマイクラの設置物は大体反重力装置付きです。そして潮の香りが気持ち良い朝を迎えたところです。うおーちょっと待ってやばいです。全然見当たらないです。ベッドは海に帰ったのよ。というか、こんなことしてて溺れて死んだらやばいんでした。まあダイヤ5000個近くをかけて探すほどのものではないわね。さてベッドと根性の別れの後、もう少しで南コースに着くところですが、ここでなんと前方から、ジャングルが見えてきました。これで4カ所目だったかしら。ここは地図48枚目なので、ジャングル生成は地図12枚に1箇所の割合になりました。さて、嬉しい反面ちょっと面倒くさくて複雑な気分です。どちらかというと、いち早く東の端までたどり着いてキノコ島探しをしたかったんですよね。まあ後回しにする手もあるけど。ふおー。なんだか最近、ラグ3ワープの距離が伸びている気がするのですが。ジャングル生成中でラグ3がパワーアップしているのね。ってちょっとなんですかこれ。まだ動いているわね。いやさすがに、こんなの見たのは初めてです。これがラグ3の真の力ってことですか。止まった?そしてそろそろ収録時間がいい頃合いなので、試しに船の上からゲーム中断してみます。で、日をまたいでゲーム再開です。まあ船は、位置ずれが解消して消えるだろうと思っていた通りです。普通に海に浮かんでいるわね。まあおかげで船一つ作り直す手間と材料費が省けました。耳っちい節約だけどね。塵も積もればなんとやらです。ふおー。塵も積もれば海の木図ね。さて、ではジャングル橋探索をスタートです。ジャングルでまだ未踏破のバイオームはジャングル橋 M だけで、ジャングル橋は海辺には生成されないのでどんどん進みます。さすがにラグ3が強く出ています。日暮れ時だものね。あれ?ベッドがない。なんでそんな肝心なこと忘れるのよ。日をまたいでのプレイでしたし、そもそもベッドがない状態で地上をうろつくとかほとんどしたことがありません。やむを得ません。ハードコアなのでおとなしく船旅です。とか思ってたら、船旅40秒後に船は消滅しました。さすがラグさん強いわね。さっきいくつか船作っておけばよかったです。陸地に上がるわけにもいかないので再び海上で。まあ日頃ラグさんに鍛えられているので、この程度のことではもう違和感を覚えません。新しいパソコンでプレイしたら逆に違和感がありそうね。そしてあくる日、気持ちよく一撃で船を回収し、上陸しました。ここからがジャングル橋探索の本番です。で、今度こそ忘れないうちに羊狩りをしておきます。ちなみに基本、ドロップ品は捨てられない病なのですが、食用にならない羊の肉は例外です。金の肉ではないものね。さてジャングル橋に入って1分進んだところですが、まさか、こんなところでトンネルに出会えるとは。薄っぺらいわよ。これはゲート型なのでありです。そして10分後、この地図内のジャングルが尽きたようです。このまま地図を西に抜けてしまいます。で、1枚西の地図ではジャングルの近くに砂漠の神殿を見つけたことと、サクサク進んでいたら、突然 Y 座標が少し下がったことくらいで、50分ほどでジャングル一周調べ終わりました。またジャングル橋 M はなかったのね。まだ過去のプレイでも見つけたことないですが、本当に生成されるのでしょうか。
さてプレイはこの後、東に4キロ走破するところまで進めていますが、キリがいいので今回はここまでです。次回は例の海洋でキノコ島探しに再トライする予定です。つまり、キノコ島はこの先4キロで見つからなかったのね。厳しいです。まあ無心に進むしかありません。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。